それで明日、その学習塾を実際に見に行くんだね。やっぱり現場の空気を知りたいなって思って、授業が終わる時間を狙って見に行くつもりなんだ。中学受験用の塾は結構遅くまでやっているところが多いみたいだけれど、その日は少し早く終わるらしくて助かったわね。中学受験。じゃあライブを見せる相手は小学生の子たちなの？それならみんないっぱい盛り上がってくれそうだね。それがそう簡単じゃなさそうなのよね。私たちも最初は他の場所に比べるとアイドルに興味がある子が多そうでやりやすいかもって思ってたんだけど、そうじゃないの？ほら、時期的にもうすぐ受験本番でしょ。だからライブを見る気分になれない子の方が多いんじゃないかと思って。そっか。息抜きに楽しんでくれる子もいるでしょうけど、そういう子ばかりじゃないでしょうしね。それに、子供たちのお父さんやお母さんがどう思ってるのかも気になるわね。その学習塾からイベントをやってほしいっていう依頼があったんだよね。事前に募集をして、実際にイベントの出演依頼があったところが選ばれてるみたい。じゃあやっぱり少しでも息抜きできるようにってことなのかな。そうかもしれないって思うけど、そのあたりも一度聞いてこようと思うんだ。どんな雰囲気なのか、どんな思いで私たちを呼んでくれたのか、ちゃんと知った方がその子たちに届けるライブができると思うから。だから明日はまず塾に通う子たちがどんな雰囲気なのか見て、その上でイベントを依頼した塾長さんにも話を聞くつもり。あら、もうそこまで考えてるのね。はるかちゃん、すごかったんだよ。ルミナタイムの説明が終わった後、すぐに何が必要か考えて、塾に電話もかけちゃって。さすが私たちのプロデューサーさんね。そんな大したことはしてないよ。アポ取りをしただけだし。もし手伝えそうなことがあったらいつでも言ってほしいな。このグランプリでのみんなの行方を決める大事なターニングポイントだろうしね。イベント作りは僕も得意だし、少しは力になれると思うよ。頼もしいです。ありがとうございます。次はそこの角を右みたいね。あとは道なりに進めば看板が見えてくるはずよ。了解です、桃井さん。それにしてもこんな静かな場所に学習塾があるんですね。確かに学習塾って駅の近くにあるイメージだったけど、こういうところにもあるんだ。駅前は家賃が高いからかもしれませんね。依頼のあった塾は個人で経営されてますし。そうかもしれないね。そうだ、昨日グループメッセージでも送ったけど、改めてもう一度情報を確認しておこうか。お願いします。塾の名前は花山学習塾。塾長の名前は花山誠二さん。8年前にここで開校して、今の生徒数は4年生から6年生までの30人前後みたい。30人って多い方なんですかね。多分個人経営の塾としてもちょっと少なめぐらいかなと思います。私、中学受験組でそういう塾に通っていたんですけど、そこは全部で50人ほどいて、
周辺の塾もそれぐらいのようだったので。あ、千春も中学受験組だったんだ。ひかりんもだよ。うちはそこそこ大きい塾だったから1クラス20人で4クラスくらいあったかな。なんかちょっと意外ね。じゃあ花山学習塾の生徒さんはちょっと少なめなのね。そうみたい。ホームページにも少人数制のアットホームな塾って書いてあったし。あ、看板が見えてきたね。それに先生、さようなら。ちょうど生徒の子たちが帰るところみたい。聞いてた通りの時間だね。お客さんの顔が見られるチャンスですね。様子を見に行きましょう。みんな見つからないようにね。今日の小テスト全然だったな。これじゃ志望校の合格ラインに届かないや。はあ、今日も夜まで勉強しなくちゃ。本番まであと2ヶ月もないのに、これで大丈夫なのかな。なんだか。想像以上に良くない雰囲気かもね。皆さん、本日はようこそお越しくださいました。こんな小さな塾にわざわざ足を運んでいただいて、ありがたい限りです。こちらこそお忙しい中お時間を作っていただきありがとうございます。早速になってしまうんですが、今回イベントを依頼された背景を伺ってもいいでしょうか。はい、もちろんです。もともとこの時期、花山学習塾では決起会を兼ねたクリスマスパーティーを開いているんです。その際、皆さんのライブがあればより子供たちに元気になってもらえるのではないかと思い、依頼をさせてもらいました。なるほど。決起会を兼ねたクリスマスパーティーですか。先ほど子供たちの様子を少し見たとおっしゃってましたが、いかがでしたか？とても努力されているようだなと思いました。ただ、少し疲れているようにも見えて。やはりそう見えますよね。皆さんをお呼びしたのもそこが関係しているんです。少し前に受験本番を想定したテストをしたんですが、志望校判定が怪しい子が例年よりも多くて、みんな気持ちが落ち込んでしまっていて。そうだったんですね。例年緊張している子はいるんですが、大体はその緊張がいい方向に作用して教室内の士気も上がることが多いんです。ですが今年はそのテストの結果が悪かったこともあって、焦りや落ち込みの空気が伝播してしまっていて、我々も日頃から励ましたり、ご家族とも協力して生徒の相談に乗ったりしているんですが、それでもなかなか空気を変えることができなかったんです。それで困っている時にこの出張ライブの話をネットで知って。そういうことだったんですね。もちろん今は受験の追い込みに向けての大事な時期です。ライブの時間を勉強に充てるべきと思う子もいると思います。これまでも決起会を欠席して家で勉強するという子もいましたし。ですが私のこれまでの経験上、後ろ向きな気持ちを強く引きずったままの子は本番でも本来の力を出せないことが多く、そういったこともあって生徒の親御さんにも相談して、このライブで張り詰めた心をほぐして気持ちを切り替えてもらえればと。心を？子供たちが少しでも前を向いていけるようこちらでも盛り上げてまいります。なのでどうか
彼らに元気を届けられるようなイベントにしていただけるとありがたいです。はい、全力を尽くします。それじゃあ改めてイベントの内容を相談していこうと思うんだけど、その前に一つ確認していいかな。はい、何ですか？このミーティングも含めていろいろと私が仕切らせてもらってるけど、みんなは私が仕切り役で大丈夫？あ、確かにいつの間にかはるかりんがリーダーになってるね。私は桐谷さんが今回のリーダーであることに異論はありません。ここにいる全員を仕切る力がある人がその役目を担う方がいいですから。そうだね。仕切りがうまいのは十分わかってるし。ありがとうみんな。それじゃあ早速イベントの内容を考えていこうか。まずは見学をして気づいたことがあったらどんどん言っていってほしいな。どんなことでも大丈夫だよ。例えば私はあの教室はちょっと狭いからイベントをやるなら工夫が必要そうだなって思ったかな。そこは私も思ったわ。あんまり派手な動きはできなそうだから、それを前提に振りやフォーメーションを考えていきたいよね。それに機材の持ち込みにも限度がありそうですね。大きなスピーカーは使えなさそうです。でもライブはやっぱり音が命だし、そこはなんとかしたいよね。ただライブの音がご近所に漏れると問題になりますし、そのあたりも考えて。みのり、どうしたの？ライブについての意見じゃないから今言うことじゃないのかもしれないけど、あの子たち本当に苦しそうだったなって思って。っていうかきっとすっごく不安だよね。あともう少しで本番だし、本番は1回だけだから失敗しちゃったらって思うと。そうですね。まだ小学生なのに自分の未来のために努力していて、とてもすごいです。しかもその努力が報われるとも限らないですし。頑張って頑張りすぎて心がギュギューってブラックホールみたいになっちゃう子もきっといるよね。そんな状態でも結果を出さなきゃいけない。そのプレッシャーは相当なものだと思う。あの子たちはみんな苦しい中でもがき続けてる。だから少しでも元気になってもらうために頑張ろう。